本日の勉強会のテーマですけれども、栄養状態とはということで、お題を実はいただきまして、今回はこの栄養状態について、説明をさせていただきたいと思います。非常に根本的な、ところですけれども、意外と聞かれるとドキッとする質問じゃないかなと思います。ということで、はじめに栄養状態とはと聞かれたら、皆さんどういうふうに答えますか？今日のテーマですので、これバッチリ答えられたら、もしかして今日の勉強会は必要ないかもしれないですね。それでは今日、栄養状態ということでお話をさせていただくんですけれども、私が今所属しております病院が、3次救急の、急性期病院、いわゆる急性期病院ですので、そこに入院するような患者さんを、想定していただければということで、多分おそらく、年代とかですね、対象者が違えば、ちょっとずつこの意味が違ってくるかなと思いますけども、今日取り扱うこの栄養状態というのは、高齢者の、急性期病院に入院している患者さんということで、イメージをしていただければと思います。まさに、骨格筋量ですね。筋量っていうところが大事です。実はこれ、皆さん、教科書等で勉強したことがあるんじゃないかなと思いますけど、窒素脂と呼ばれる、概念です。これは女子肪体重、脂肪以外のところですね。筋肉、主に筋肉の指標になりますけど、これを100%としたときに、筋肉量が徐々に落ちてくると、今、スライドで示している通りですね。各段階を経て、最終的に、死というイベントになるということになります。この時、じゃあ女子肪体重何%まで減少したら、いわゆる窒素脂というところになるかというところですけど、皆さんここはご存知でしょうか？ここに参加していただく方は大体知ってるかなと思いますけど、皆さんご存知の通り、ここは70%ですね。70%。よくある質問としては、じゃあ、どれぐらい減ったら、例えば、アルブミンなんか結構上の方にここ来てますけど、アルブミンはじゃあ何%ぐらい減ったら減ってくるんですかとかですね。ここ褥瘡とかに関わるところですけど、この総症中遅延ってじゃあ何%ぐらい減ったら総症中遅延が起こるんですかとかっていう質問をよく受けるんですけど、これ細かい、正直、じゃあ何%になったらここということはないんですけど、体感的にで結構ですけど、これぐらい減ってると治りが悪いなっていうのは、それぞれ持っていただけるといいんじゃないかなと思います。じゃあこの70%じゃあどうやって測るかということですけども、皆さんこれ測ってますでしょうか？上腕周囲長、今これスライドで示してある通り、インサーテープというのを使って測ったりしますけれども、AC。あとですね、キャリパー、この図でも出てますけど、キャリパーを使って、TSF を測るというような方法で、この骨格筋量を測っていくというのが、簡便で、安価な方法かなと思います。ちなみに、当院の海老名総合病院では、これを使って骨格筋量を評価しています。なかなか全員っていうのは難しいかもしれないですけどね。スクリーニングに引っかかった方とか、NST に介入した患者さんとかっていうのは必要かもしれないですね。じゃあこれどうですか？実際自分、あるいはNST のチーム等で測ってて、栄養管理にだいぶ活かされてますっていうところどうですかね？これ僕の、すごい個人的な感想なんですけど、実際さっきの窒素脂のところで70%減ったら、いわゆる窒素脂ということで、死にかなり近づいているということで、理解はできました。30%減ることで、非常に生体の向上性を保つのに、非常にもう限界が来ている、近いところに来ているっていうのも分かります。測り方も ACTSF 測るっていうのでも分かりました。で、正直、それでっていうのが、最初、これ勉強したりとかですね、今も当院では測ってますけど、最初に測り始めた時の、正直な感想です。なので、これを、じゃあどういうふうに、栄養管理に活かすかなとかですね、何に生きるんだ、どういう時にこの測ったやつは生きるんだろうっていうのを非常に、私自身もこれ迷いました。で、実際 AC と TSA 測ると思うんですけど、最終的な指標っていうのはどれを皆さん使ってるでしょうか？
まあ、先ほどのあった ACTF ですね。上腕周一丁。まあ、ここが AC ですけど、AC。まあ、ここの腕全部ですよね。腕の周囲全部と、二の腕のところをつまんで、三頭筋の皮下脂肪高を測る TSF ですよね。まあ、ここで言うとこの矢印の部分になりますけど、ここですよね。この皮下脂肪高。で、実際どうでしょう。まあ、AC と TSF だけでも評価しますっていう施設も多いかなと思いますけども、この AC と TSF から、AMC ですね。上腕筋位っていう AMC。あとは、まあ、骨格筋量の AMA なんかが、まあ、指標としては出せるかなと思いますけども、皆さんのご施設ではどこまで出して使ってるかなというところですが、ちなみに当院だと、まあ、ACTSF まで測って、ここの AMC、ここまでは一応出してます。ここまでを一応出してます。で、ここのパーセント AMC っていうのをさらに出して、そのパーセント MC が先ほど言った70%を切ってるかどうかっていうところを一つ指標にしてみるんですけども、どうでしょう。うちだとこういうふうな指標を用いてます。パーセント MC が80%以上が、まあ一応良好ということで、使ってます。で、70からまあ80%。これを一応中等度ということで、当院では使ってます。で、先ほどの窒素子のところに合わせて、70% 未満を重度栄養障害というふうにしてます。で、同じような考え方で、パーセント IBW という、まあ体重から出すものですけど、理想体重比でどれぐらいかっていうので、これもまあ同じで80%以上が良好で、70から80%。これを中等度栄養障害と。で、70% 未満を同じく重度栄養障害というふうにしております。先ほど、ちょっと質問させていただきましたけど、これじゃあどういうふうに使うのかっていうの非常に難しいですよね。で、どうですかね。実際今80%以上がまあ良好。70%から80%ぐらいがまあまあ中等度。70% 未満が重度ということで判定してますけど、実際どうでしょう。皆さんのご施設で、いらっしゃる患者さんとか70%未満の人、実際担当されることはありますでしょうか。これも非常に感覚的なところなんですけど、まあ正直70%未満は、まあ正直、僕が経験した症例、まあ3次救急での、まあ、症例ということになりますけど、70% 未満の人は、まあ、亡くなる方がかなり多いかなという印象です。もしくは70%未満亡くならなかったとしても、次々に、じゃあここまで、ここで退院できそうだねっていう時に、まあ、肺炎を起こしたりとかですね。まあ、ずーっと誤嚥性肺炎が続いちゃうとか、まあ、途中で UTI になっちゃってとか、っていうことで、何かトラブルがすごい多いなっていう印象ですけども、皆さんどうでしょう。で逆に80%以上の人はやっぱり、さっきの通りやってる、これはもうあくまでも、経験上の話ですけど、パーセント以上の人は意外といけるなっていう感じです。もうここはもう、ここまでじゃあ退院できそうだねっていうところでスパッと退院できるなっていうような。で、これ70%切って60%台。これはもう、まあかなり厳しい。栄養サポートではなかなか戻ってこないような印象ですね。まあ70%未満の中でも70%、60%台の、まあ前半の人はほとんどなくなったなっていうような印象です。なので、感覚的に非常にこの70%のところって境目があるような印象があります。ちなみに、皆さんのところでは、それぞれ、まあ、測っていらっしゃらないところもありますけど、測ってる施設では何人ぐらい月測りますでしょうか。まあ、1週間に何人ぐらいですかね。まあ、大体うちだと、1日、まあ、3人から5人ぐらいなので、まあ、5日やって、まあ、大体1週間で20人から30人ぐらいですね。なので、1ヶ月で、まあ、100人ぐらいですかね。100人ぐらい測るような感じでやってますけど、やってみてどうですかね。このさっき言った奥の感じではやっぱり70%台からちょっと怪しくなってくるような印象ですけど。で、まあ先ほどは測り方ですね。
国家金利をじゃあ実際どれぐらいあるのかっていうことでしたけど、じゃあこの国家金利をじゃあ減らす要因は何なんだっていうところも少し見ていくといいかなと思いますけど、まあ大体6項目で国家金利が減る、まあ要因を見ていけば一番わかりやすいかなと思いますが、まず最初1個目。これ新州ですね。まあ3次というかまあ急性期病院ですので、で、続いて悪液質。悪液質。まあ、過壁死やとか言いますね、最近。しかも悪液質もいろいろ種類が。昔はなんとなく悪液質って言うと癌のイメージでしたけど、今はいろいろ心不全とかの、まあ、悪液質って言いますね、心悪液質。で、飢餓。まあ、これはただ単に栄養が入ってないという状況ですよね。まずは、今日はこの3つを特にお話しますので、侵襲、悪液質、飢餓。まあ、ここの3つが、まず大きく今日は取り上げたいなと思う。まあ、その他には、例えば、加齢ですよね。まあ、どう考えても50代の方より90代の方の方が筋肉ないですよね。これなんとなくイメージあるかなと思います。あとは、まあ、寝たきりの方ですよね。活動量が低下している。活動量の低下している方。あとは、まあ、活動量の低下のところにつながってきますけど、神経や筋疾患がある。まあ、ALS とか重症筋無力症とかの方ですね。筋疾患。まあ、左から行くと、侵襲、悪液質飢餓。で、右は行きまして、加齢、活動量の低下、神経筋疾患なんかが、まあ、骨格筋量を減らす要因になります。これ、皆さんご存知でしょうか？まあ、去年のジャスペの時にすごい、配布されてましたんで、もしかして見たことある方もいらっしゃると思うんですけど、グリム基準ですね。新しく栄養アセスメントで、まあ、東口先生が非常に、宣伝をしておりましたけど、ちょっとこっち画面変えますね。これですね。皆さん見たことありますかね。高齢者の栄養管理を考えるということで、低栄養の新たな診断基準、グリムということで、まあ、日本語で説明が。で、使い方なんかもこういうふうに書いてます。で、こちらで見ていただくと、まあ、先ほど言った説明のところですね。左のところは、まあ実際じゃあどれぐらい減ってるかっていうところですけど、見ていただきたい右側。まずは、飢餓の部分ですね。飢餓の部分。ここですよね。飢餓の説明を飢餓の評価をしているところ。まあ、あとは、急性疾患や外傷。まあ、侵襲の部分ですよね。侵襲。で、慢性疾患による炎症。まあ、これいわゆる悪液質の部分ですけど、これがしっかり入っているということで、他のアセスメントツールと違うのは、この3つしっかり入ってるなということと、まあ、それを受けて、じゃあ実際じゃあどれぐらい減ってるのっていう評価がここにちゃんと入っているということで、まあ、ずっとまあこのアセスメントツールを使ってたわけじゃないんですけど、先ほど言った6つが、骨格筋量の減少に大きく影響しますので、これはしっかり評価できるといいんじゃないかなと。感覚的にパーセント MC で、80% 切ってくるなとかですね、70% 切った人が入院してきたなっていうのはあったんですけど、まあ、今回このアセスメントツールができた時、非常によく感動しまして、これすごいのが出たなと思って、うちではこれを今使っているというような感じです。じゃあなんでいいかっていうところですよね。で、なんでいいかっていうところを見ていくと、これ今、ちょっと英語のところですけど、今、世界でも使われているアセスメントツールを並べたものです。まあ日本だとこの MNA とか、まあマスト使ってるところもあるかもしれないし、まあこの SGA なんかは結構使ってる施設が多いと思いますけど、これ見てみると、まあ食事摂取量はどこのアセスメントツールでも使われている。これだけ使われてないですね。で、次、炎症。炎症のところはこういうふうに全部のアセスメントツールでこういうふうに取り扱っていると。で、体重減少なんかも必ず、どのアセスメントツールでも使っている。あとはまあそれぞれありますけど、アルブミンとかで栄養、評価をしているところもあると思いますけど、実際アセスメントツールとして、生化学検査を使っているアセスメントツールって2つしか実はないんですね。なので、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、骨格筋量。もう皆さん今日、一番最初に答えていただきましたけど、骨格筋量に影響を与えるものを見ていこうと
いうのがやはり大事かなと思います。で、先ほどパーセントで80%以上はいくらとか、80から70%は中等度ということでお話をしましたけど、やはり、頭で分かってるのと、体感をしてみるっていうのはちょっと違うかなと思いますので、測られてるところは今まで通り測っていただきながら、実際、じゃあ80%の人の経過どうだったかなとか、同じ疾患だけど70%の人の方がなんか経過悪かったなっていうのをちょっと意識して、数字を見ていただきたいなと思いますし、今実際測ってないご施設のところは、簡単に測れますので、ぜひですね、測っていただいて、パーセント MA、出してもらって、こういう人はなんかこういう傾向があったなっていうのを、一症例一症例、見ていっていくということが大事なのかなと思います。あとはですね、今のちょっと概念的にお話ししますと、これ他の勉強会でもよくお話しするんですけど、例えば最初スタートが栄養状態が普通のところからスタートする人。あとは栄養状態が悪いところからスタートする人。で、当然急性期ですので、なかなか栄養状態が上がるっていうことはないので、基本的には下がる、あるいは横ばいというような経過をたどることが多いですけど、これ入院した時、この後経過がいいのどっちですかね？普通に、栄養状態が普通だった人と、栄養状態が悪いで入ってきた人。これどちらが栄養状態としては、最後退院する時ですね、良さそうですか？これもそのままですよね。同じ経過、例えば同じ疾患で入ってきた場合は、こういう風に同じ落ち方だったら、最終この人は悪いで退院しますよね。同じ落ち方だったら、この人は栄養状態が最悪というところで退院しますよね。なので、同じ疾患、仮に同じ疾患、ここの入院期間中はいわゆる侵襲がかかるわけですけども、同じ疾患で同じ侵襲がかかってたらおそらくもう入ってきた時に、この人の経過が、わかりそうですよね。あるいは、こっちのこっちに落とす要因としては、当然悪液質があったりとかですね。あとは、栄養摂取ができてない、飢餓なんかがありますけど、こういう風なイメージですよね。なので、まずは、ここ入院時ですね。ここの入院時の時に、栄養状態がどういう風な形で普通で入ってきたのか、悪いで入ってきたのか、もしかしたら最悪で入ってきたのか。ここがまず第一。ここを評価するというのが、栄養管理のまずスタートだと思っていただければいいかなと思います。で、続いて、じゃあ例えば、先ほどの通りですね、同じく、だいたい栄養状態が普通で入ってきた人、同じぐらいの栄養状態で入ってきた人が仮にいたとしますね。ただし、侵襲が、こっちの下の人は非常に大きい侵襲がかかって、こういう風に落ちていくパターンと、あるいはもしかしたら侵襲自体は、軽度で済んでいる場合は、こういう風な経過をたどりますよね。こういう風な経過。これなんとなくイメージできますかね。じゃあ、ここ、下げ幅に影響するのは何かということですけど、当然入院期間中ですので、この侵襲がそれぞれの下げ幅のこの違いを生んでいるということになりますので、じゃあ栄養士として次見なきゃいけないのは何かっていうのは、この侵襲はじゃあどうなのか。この疾患で、侵襲はじゃあどうなのか。あるいはこの侵襲を止めれてる治療がちゃんと適切に行われているのか。あるいは行われてないでずっと侵襲が続いている状態なのか。これを見ていかなきゃいけないということで、ここはある程度疾患の勉強をしなきゃいけないということになります。なので、考えてもらうことは、まずはスタート。入院してきたときに、この普通なのか悪いなのか最悪なのか。この3つで結構です。細かくその80%とかっていうので区切ってもいいですけど、この3つ、とにかく3つで、最初スタートどこなのか。
その後から、まずそこがスタートですので、そこからじゃあ次新種はどうなのかというふうな話になってきますので、今後、毎週やりますので、ここの疾患っていうところは、各論的に結構詳しく、お話しできる機会ありますので、じゃあこの疾患の場合、侵襲具合はどれぐらいかっていうのはお話はしていこうと思いますけど、まずはスタートのここの部分ですね。ここが分かっていないと、じゃあ、同じ下げ幅なのか、同じ下げ幅で、悪くなっているのか、あるいはこの人がもっと落ちて、侵襲が強くて落ちてって、もうギリギリまで行くのかっていうのが見極められないというところになります。で、来週ちょっとお話しますけど、じゃあこの概念自体はなんとなくわかりますよね、意味は。普通で入ってきたら、そりゃ多少落ちてもそんなに悪くならないよねっていうのはわかると思うんですけど、じゃあ、栄養管理上の、例えば栄養剤の選択だったりとか、点滴の選択だったり、あるいは食事の選択を、じゃあそこの食事の選択とかですね、点滴の選択にどう影響するのかっていうのは来週ちょっと詳しくお話をしようと思うんですけど、ここの概念が、非常に大切かなと。で、これ、まあ、今日1回目ですので、あの、なんとなく、そうだよねっていうぐらいで、理解してもらったらいいですけど、これ最後の最後までこの概念でお話をしてきますので、この図はちょっと覚えておいていただきたいなと思います。今の話、非常に総論的ですし、大学で言うと多分大学2年生ぐらいの時に勉強する内容かなと思いますが、これが後々効いてきます。例えば、TPN とかの、レクチャーしてくださいとかってよく言われたりするんですけど、じゃあ点滴選ぶときじゃあ何から始めるのかとかですね。傾聴栄養も、じゃあ何から始めて、どれぐらいに投与していいですかとかって聞かれた時も、この概念さえしっかり、身についてるというか、なんとなく頭で理解じゃなくて、体感として持ってると、選ぶ時のチョイスがまた変わってくるかなと思いますので、今日は非常にざっとした話ですけど、これを覚えておいてもらいたいなと思います。